はい。今回は私がなんでこの形を打とうと思ったのかということについて話していきます。対局は今回は多分ありません。一局もしかしたらね、配信外っていうか撮影外で打った対局が一局あったので、それをもしかしたら並べるかもしれませんが、基本的には今日は盤面を見ながら話すだけです。よろしくお願いします。それで前回、この水月、強月、共通形から逃げないという動画を出したんですけれども、いきなりあれ出されても意味不明っていうか、なんかやってるなぐらいの感じだったと思います。なのでね、一回こうして、この形を私が練習する理由というのをね、まとめておこうかなと思います。これはね、今現状、私が撮影してる時点での、なんか見解とかをお話しするので、なんか未来、ね、この形についてすごく詳しくなったりとか打ち慣れてきたら、だいぶ私の中のね、考えが変わっている可能性があるんですけれども、とりあえず今の時点での私の考えっていうことで、ご参考ください。で、この1、2、3、4、5までの形は、強月と、この形水月というんですけれども、水月という形から登場します。で、出る、どういう風にね、合流するかっていうと、強月だと、現代だとほぼこれになるのかな。こちらもあるんですけれども、こちらの方が多いかと思います。で、こちらを、基準として考えたときに、白4をここに打つっていう手があるんですけれども、これで、黒5がいろいろ選択肢があるんですけれども、その中の一つとしてこれがあるんですね。で、これがあるのと、あと水月も、一つの白4の選択肢としてこれがあるんですけれども、これでもここに打つっていうのがあるんですよね。で、何が言いたいかっていうと、これすごく、誘導する力が強い形でして、強月を打てば、なんやかんや強制的にこれを誘導される可能性が高く、水月を打てば、なんだかんだ、これに誘導される可能性が高いっていう形なんですよ。なので、これ、避けることはね、可能は可能なんですけど、打てないとすごく作戦的に不便なんですよね。で、例えば、水月の場合ですと、今、主に打たれるのが、この2箇所と、あとここと、ここと、ここと、これかな。そのあたりが、あとこれがギリ入るかどうかぐらいで、でもこのあたりが、なんだろう、真っ当な作戦と言われるところで、あとは奇襲というか、B 級作戦として、こうとか、こういうのがある感じですね。こうとかね。あとは、これもあるか。これもあるんだけれども、いいか。で、その中でも、頻度が多いのが、これと、これと、これなんかな。で、この3つが、現状、レンジですとね、結構引き分けになりやすいって言われてるんですね。正確に言うと、これに対するこれと、これに対するこれと、これに対するこれが、引き分けになりやすいと言われています。で、このあたりをちゃんと話すとね、レンジのルールについてね、ちょっと詳しくお話ししなければならないのですが、それはちょっとね、長くなるので、今回は省略します。で、これやってもいいんだけど、例えば、この形ですと、こうなって、途中の手順はね、細かいことは説明しませんが、だいたい、イメージね。イメージとしては、もちろん変化する方法がないわけじゃないんですけど、こういう感じで打ってって、だいたい
この42手目までがね、結構有名なっていうか、この形を打つ人はよく知ってる、定石があるんですけれども、この戦型を打つと、3分の1ぐらい多分こうなるんですね。もっとこうなるかな。途中で変化する作戦っていうのは、いくらでもじゃないな。ちょこちょこ細かく変化する作戦はあるんだけれども、本図としてこういうのがあるんですね。で、ここまで来ると、ほぼドローっていう風に言われていて、現状ね。もちろん、例えばこの局面から私が黒を持ったとして、ソフト相手に100%ドローを取れるかっていうことを考えると、決してそんなことはないと思うっていうか、どうかな。実際にやってみないとわかんないんですけど、半分以上負けるような気がするんですけど、人間同士で、この形を普通にやると、ドローになりやすいというふうに言われてます。で、レンジの目安として、最初の30手か40手、40手かな。40手までが、研究でパパパパパって埋まっちゃうと、ちょっと勝ちに行くのが難しいよね。つまり、引き分けになりやすいよねというようなことが、一般的に多分ね、言われますね。それが30手なのか40手なのかっていうのはね、結構人によって意見が分かれるところで、また、定石によってはね、40手ぐらいから仕掛ける作戦も全然あるので、なんとも言えないんですけど、ともかくそういう事情がありまして、で、種類は違うんだけれども、こっちにも、これにも、似たようなね、事情があるんですね。似たような事情があるので、引き分けを避けようと思ったときに、この3つをどうにかして、やりたくないっていうことがまずあります。別にやってもいいんだけど、で、この3つをやりたくないってことは、水月を仮に自分が打ったとする、黒3を打ったとすると、白4を打つね、次の手を打つ権利が基本的には相手にあるので、こうの3択でね、一番引き分け取りやすそうだなっていうのをね、選ばれると、ちょっと、それでもね、実践的には頑張りますけど、ちょっとね、引き分けを避けるのが難しいかなっていうのがね、現在の私の結論というか、見解です。で、仮に、相手から水月打ってきましたよってなると、こちらからね、これを打ってこうできると。こうなるかどうかはわかんないけれども、一つの選択肢として、ここまで来ると。ってなった時に、この形も、ソフト的にはドローなんですよ。ソフト的にはドローなんですけど、人間がやるとね、すごい難しくて、いっぱい落とし穴っていうか、ちゃんと、この局面を理解してないと、あるいは、いろんなことを覚えてないと、とてもじゃないけど、なかなか引き分けに引き分けにするのは難しいっていう事情がありまして、なので、決着をつけに行く、その引き分けを避けるっていうのを取るんであれば、間違いなくではないけど、基本的な第一選択肢としてこの形が来るわけですね。で、他の手段で避けようと思うと、こういうのとか、ほぼ、厳密には奇襲なんですけど、で、それで、相手のミスを誘って、どうにかするってことになるんですけれども、第一選択肢としては多分こうなるんですね。で、もう一つの選択肢として、こういうのもあるんですけれども、これもね、結構手が広いんですけど、で、今度これを打った時に、相手からこう来るリスクがあるんですよね。で、相手からこう来た時に、黒でも白でも、相手から打った時は色を選べるんだけど、とにかくどっちかでちゃんと打てないと、これをね、やる勇気がないということで、もちろん、だから、この形は、例えば他にね、結構びっくりするような点だと、こういうのとかね、有力な作戦があるんですけれども、例えばね、こういうのやろうと思ったとしても、全部これにされちゃった時に、ちゃんと対応できなくちゃいけないっていう事情がありまして、避けて通れないんですよね。で、同じ事情で、今日月も、
まあどうしてもこれをやりたくないっていうのになったら、もう今日月と水月は自分では打たずに、で、相手が今日月、水月打ってきましたってなったら、例えば、色読んでこうするとか、まああとは、こうするとか、まあ手段はあるんですけれども、まあ、あるいは白4を、まあ、相手に打たせるんだけど、まあ5でね、こっち側をやるよとかね。まあそういう風なね、避け方はね、なくはない。まあこれでも、ここで例えば、こうするとか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 、避け方はなくはないんだけど、その場合、まあ相手の方にこう最終的な色を選ばれちゃうよとなった時に、それ、線的にちょっと損だよねって思っちゃって、っていうのが全部、この形を自信を持って打てないことによるものなんですよ。っていうのが、個人的にすごく嫌で、この水月、今日月共通系のね、これをね、打てるようになりたいと思いました。で、現状ね、まだ私は、何の研究もしてないっていうと嘘だな。それは嘘になる。私なりに、ちょっといろいろ調べたりして、まあ、前例とか、あとソフトの打ち方とかを調べたりして、今のところ抱いてる感想としては、まあ、白8これで、黒9でまず2択なんですね。これか、この3を引くかっていう2択なんですけど、ドローを本気で避けるんだったらこっちかなっていう気がする。これもかなり難しいんだけど、比較的引き分けになりやすい印象かなっていう風な感じがします。で、というわけで、相手も自分が白だったとしてね、相手が黒で、相手がもし引き分け嫌だよって言ってくるときは、まあ、この黒9が来ることが想定されるし、自分も引き分け避けたいなってなったら、まあ、こっちを打たなきゃいけないなって思ってるんですけど、これがね、ソフト的な評価で言うと、まず、作戦選択っていうか、その分岐があるんですけど、大きな。まあ、ここまでが、ほぼ必然の手順なんですね。まあ、この前にも例えば、11打った瞬間に、こう、12、4伸びちゃうとか、13で、3引くとかね、そういう奇襲みたいな作戦はあるんですけれども、基本的に、13、14、15までが、まあ、ほぼこうなるっていうか、まあ、ここまでは誰が打ってもこうなるっていう局面なんですけど、で、ここで白から、何択かな ?1、2、3、あとは、こう打って、こうとか、あとは、まあ、本当は、打っちゃいけないんだけど、そのソフトが、よくやっちゃう手として、まあ、こういうのがありますね。っていうのの、まあ、メインの選択肢で、だから1、2、3、4択ぐらいと、まあ3引いた後に何をするかっていう話があるから、まあなんか5、6択ぐらいあるのかな。メインの作戦分岐で5、6択ぐらいあると。で、白はその中のどれか一つだけすごい完璧にして打てれば、この形は問題ない。だけど、黒は、どの白16が来ても、ちゃんと対応できるようにしておかなければいけないという線形です。で、あくまで私の印象なんですけど、まあ、数値、局面のね、形成的には、ソフト的には、まあ、ほぼ互角というか、まあ、何をやっても最終的にはドローになりますよって言うんだけど、どっちかっていうと、ちゃんと打てれば黒に、数値が触れやすいかな。黒が、ちょっと有利になりやすいかなってすいません。っていうような、気がしてます。ちょっとお茶飲みました。なんだけど、まあ間違えたらね、すぐ終わるっていうのと、
結構この局面、この定石特有の形の急所みたいなのがいっぱいあって、それをちゃんと把握してないと、黒を持っても白を持ってもすぐ間違えてしまうっていうのと、で、その形の急所っていうのが、その他の電池の局面に応用できるかっていうと、個人的な感覚だとそんなに応用が効かない。この形特有の呼吸なんですよね。っていうのが、多くてですね。私が普段、研究とかね、定石とか調べてると、このくらいまで覚えておけば、あとは適当に打てるかな、みたいなラインがある。で、それはつまり、あとはそんなに、調べても差がつかないっていうか、別に、調べること自体は、今の時代だから、いくらでもね、可能なんですけど、そんなに調べたところで、あんまり意味ないよねっていうことがね、結構レンジは多いんですね。局面にもよるけど、多いんだけど、この形については、いくらでも、これは例外的に有効とか、これは、この形の時だけここがすごい刺さるから、これ覚えとかないと負けるとかね、そういうのがね、無限に出てきて、どこまで行っても、ここまで覚えておけば、あとは自分で、あとは適当になんとかなるなっていうところまでなかなかいかないなっていうのが、現状です。で、そうだな。今どのくらいだろうか。今17分か。じゃあ、ちょっとローワーさんとね、当たりまして、五目クエストで。で、その気をね、ちょっと見たいなと思うんですけれども、で、それは、私が白番で、向こうが黒番だったんですけれども、でその時は私は白16、これを選びました。で、相手こうなりまして、こうして、こちらをね、止めてきましたね。これは直近の名人戦挑戦手合がね、これやってるんですけれども、で、以下白20、21、22っていうのが結構よく出てくる手でして、これが黒でも白でもね、よくね、形の急所になりやすい場所でして、具体的には、こういうのとか、こういうのを受けてるっていうのと、下側にこうやって剣先とかね、叩いたときに、ここのね、斜めはあるんだけれども、こっちのその22と23をつなぐ斜めのラインをあらかじめ止めてるっていう意味合いがあって、それゆえ、白は何かあったらここに打っておくのが結構有効打になりやすいし、黒もね、割とここ有効打になりやすい位置なんですよね。なので、そういう形の急所としてね、これが一つあるんですけれども、で23、24、25、26となりまして、挑戦手合の時だと、ちょっと、うろ覚えですが、確かこうなったのかな、こうなって、こうして、こうとか、いうようなことをやってたような気がします。こうか。こういうような進行を大体およそしてまして、で、結果的には、この対局に関しては確かね、白が解消したんですけれども、こういう風に、この23ってね、単に叩くと、ちょっと局面を白に主導されちゃうよっていう事情が個人的にあるなっていうのを感じてまして、なので、一旦進めるんですけれども、私はね、もうちょっと前に変化するのが有力かなとね、現状を思ってます。で、28ってなって29とこの検索を止めましたと。で、ソフトで検討した感じだと、これ単にこれが有力って言ってたんかな。単叩きか。単叩きが有力だったようなんですけれども、私はこの時にちょっとちゃんと継続できるのかなっていうのがね、わかんなくて、本譜はこうしてこうしたんですね。で、これがソフト的にはちょっと損だったのかな。個人的には連ができるから、
いいでしょうみたいな感じで打っちゃったんですけど、まあ、5目5分でそんなに考える時間もないっていうのもありまして、まあ、打ったんですけど、厳密にはこうで、これどうするんだろう。でも、これで継続できるってことなんだね。そう、なんかこういう風になんかこう、黒からこうカウンター気味に襲いかかってくる手順が結構怖いなって思いまして、それだったら、ここの点打っちゃった方が確実かなって思ってやったんですけど、ただ、これはこれで結構危なかったなっていう思いましたね。で、本譜こうなりまして、34が、これ単にこう止めちゃうと、これが瞬間なんでもないんで、実際何が来るかよくわかんないけど、なんか気に食わないなと思って、こうとかこうとか来るのかなとか、で、これで向こう側に何もなければね、34が普通に有効打で以下有利みたいな感じだったんですけど、ちょっとこの瞬間が怖くて、この34は打ちませんでした。で、問題は、これ放置した時に、これ積むのかっていう話があって、こういう感じでね、なんとなく言った時に、積むのかっていう話があって、で、私は全く読み切ってはなかったんですけど、多分、ここの縦のラインに白の石がどっか入ってれば、済まないんじゃないかっていう気がして、本譜はこうしましたね。この方が直接攻めてるから、白としてはね、わかりやすい手だし、黒もなんか、こういう風にね、動いていって、白の狙いを解消しなくちゃいけないので、そんなにこっちの予想からすごく外れるような、ものすごいいい手が来ることもないだろうと思って、本譜こうしたんですけど、ちなみにこれどうだったんだろうね。そうなんですね。でも互角ぐらいなんですね。別に34これもあるんだ。これどうなんだろう。なるほどね。これも止めない。でも、例えば、こういうのをすると、でも、なんかあっちゃあっちゃ来るから怖いな、こういうのな。ほら、すぐ負けるからさ、こういうの。なんか自分らはこう自然に何気なくに受けたつもりでも、なんかこういう風にわちゃわちゃ来るとね、いっぱい来て、間違いそうだから、なんかこういう34みたいに受けるの嫌だったんですよね。こっち受けるといや、そうだよね。これもなんか正確に受ければね、全然大したことないのかもしれないけど、瞬間マジでいっぱいわちゃわちゃ来るから、本当にこれ得なのかみたいな話があって、打てなかったんですけど、本こうしました。でも大丈夫そう。なんか一瞬やばいかと思ったけど大丈夫そう。そして、そうだよね。こうなって。本譜こうしてこうなったんですけど、で、ここで、なんか最初はノータイムでこうしようと思ってたんですけど、ひょっとしたら、済むかもしれないなとかいうことがね、よぎって、ちょっとやめたんですけど、こういう感じで。ちなみにこれ積む積みなんだ。そうだね。叩きで積みなんだ。これは明快だな。というわけで、ここでようやくなんかね、やばいかもしれないって思って、ここで長考して、長考って言っても、元が5分だから、1、2分なんですけど、使ったのは。こうしましたと。で、局面としては、向こうが積まなければ、この34の石が働いて、有利とは言わないけど、ちょっと気持ち的に楽になるかなっていう感じですね。こう来ました。こうなって、これも来て、こう来たんかな。で、これがどういう手かというと、放置すると、こういうようなね、手がありますね。で、そういうのが結構、個人的には嫌でしてこれをどうにかして止めなきゃいけないんですけど、一番確実に止めるんだったら、ここで止めると、斜めのラインに繋がるのが全部止まるから、これで瞬間は確実に受かるかなと思って、もう打ちました。
で、本譜はこうなったんですよね。こうなって、これは何にもなってないかな。少なくともこの3を引けば何も残らないということで、こうしまして、そうですね。こうなりましたね。こうなって、こうなったのかな。で、ここまで来れば、頑張れば勝てるはずぐらいの気持ちだったのですが、本譜はこうなりました。これどこ打つんだろう。そうですね。こうなって、こうされたんですけれども、これがね、何かっていうと、ここに一手資産があるので、黒は受けないといけないんですけど、私はこう来るかなって思ってたんですけどね。これがちょっとちゃんと分かってなかったけど、どうやって勝つか。四式金か。なるほど。これで、こうすると、ここ四式金なんで打てないんですけど、こうなって、こうすると、ここ打てないんですけど、なんか別の場所に打つと、こうやって5が作れるということですね。で、本譜は、こうなりまして、ロケットを決めて、こうしましたと。で、これで、次の黒がこうなりまして、以下、こうやって良いですね。本譜はここまでで相手の方が投了されたので、ここで白勝ちとなりました。というわけなんですけれども、これなんか見ていただいて、お分かりいただけたかどうかわかんないですけど、全体的に局面を主導していて、これが、白が局面を主導していて、これだったら、白を持って不満ないなぁと、個人的には思ってるんですけれども、現状の私の認識としましては、ここで23というね、3引きがね、ありまして、これがかなりいい手なんじゃないかなというふうに現状は思ってます。いい手って言っても、白がその主導するっていうところから、黒がちょっと主導権を持って攻められるよっていうことなんですけど、で、こうなりまして、で、これを入れてから、これを入れると、22が残してる罪が消えるんですね。これ具体的にどういうことかっていうと、単にこうすると、こうなって、こうなって、こうしたときに、右側で罪が発生するんですね。具体的に言うと、こうなって、いろいろあるんだけれども、何がいいかな。こうして、こうして、こうして、こうみたいなのが、あれかな。こうすると、そうね、こうして、これだとこうなって、こうして、大丈夫かな一応不安だから、はい、はい、はい。あとですね、これで、ここに4があるんで大丈夫ですね。というわけで、これで、何も入れてない状態で、23っていう風に手抜いてしまうと、白に罪が発生するんですけど、これをね、入れることによって、こうやってね、こう、つましに行くと、ここの31っていう場所にね、先伸びすることによって、この26と30のね、連が3じゃなくなるんですよね。これによって、なんかちょっとこれによって、どっち止めても受かるらしいんですけど、白は、右下での詰みがなくなって、なおかつ黒のここがね、そのまま残ってるんで、白は直接的には詰ましにいけないということになります。で、こうなって、こうなって、こうするというようなね、進行で、別にこれでも、すごいね、黒が有利になるってわけでもないんだけど、とりあえず気持ちよく攻められるから、現状こう打つのがいいかなっていうふうに考えてますね。わかんないけどね。このあたり、有識者の方がね、いらっしゃいましたら、コメントなどで教えていただけると嬉しいです。というわけで、本日はこの星月狂月のこの形を打つ理由っていうことをね、お話ししました。いや、なんか、まだまだね、全然理解度が低くて、こ
これからどんどん試していきたいですね。五目系でもね、私と当たった方はね、ぜひこの形に誘導していただけると、どんどん経験値を積めるんで、まあ別に全然強制じゃないんですけど、まあそうしていただけると個人的にはすごい嬉しいです。というわけで、本日は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。